こんにちは。今日は幸せになる有機自己啓発の源流アドラーの教え合い愛という本を紹介します。アドラー心理学の基礎を理解し、その教えが現代の私たちにどのように役立つのかを考えてみましょう。アドラーの教えは私たちが幸せを追求するための深い哲学的な洞察を提供してくれます。この本はアドラー心理学をさらに掘り下げて、私たちがどのように生き、どのように幸せを見つけるべきかを教えてくれます。実際に日常生活に応用できるような実践的なアドバイスも多く含まれており、多くの人にとって気づきや考えさせられることがたくさん詰まっています。まず、この本が提唱しているのは、幸せになるためには勇気が必要だということです。では、この勇気とは何なのか？それを理解するために、いくつかの重要なポイントを見ていきましょう。自分を変える勇気。アドラー心理学の基本的な考え方は、過去のトラウマや出来事が、現在の自分を決定するのではなく、今の自分の選択が、未来を形作るということです。この考えは、私たちに大きな希望を与えてくれます。なぜなら、私たちは過去に縛られる必要がないからです。例えば、あなたが過去に大きな失敗を経験したとしても、その失敗は未来を決めるものではありません。大事なのは、その失敗をどう解釈し、そこからどう行動するかです。過去の出来事や他人の期待に縛られ、自分を変える勇気を持てずにいる人は多いかもしれません。しかし、アドラーは変わる勇気を持つことで、自分の人生を自由にコントロールできると言っています。視聴者の皆さんも、もしかすると、今の自分に満足できない部分があるかもしれません。でも、その不満は、過去や他人のせいではなく、今の自分の選択にあるかもしれません。自分を変える勇気を持つことで、未来を明るく変えることができるのです。承認を求めない生き方。もう一つ重要なポイントは、他者からの承認を求めない生き方です。私たちは多くの場合、他人にどう思われるかを気にしすぎてしまいます。家族や友人、同僚、社会からの期待や評価が私たちの行動を左右してしまうことがあるでしょう。アドラー心理学では、この承認欲求から解放されることが真の幸せへの第一歩だとしています。私たちが他人からの承認を求める理由は、自己価値を他者の評価に依存しているからです。しかし、アドラーは他者からどう思われるかではなく、自分がどう感じ、どう行動するかが大事だと教えています。例えば、職場で何かを提案したとき、他人がどう評価するかを気にしすぎると、本当に自分が思うことを言えないことがあります。しかし、アドラーは他人の評価に頼るのではなく、自分の信念に基づいて行動することが重要だと述べています。視聴者の皆さんも、普段の生活で他人の目を気にしすぎていませんか？他人からの評価に振り回されず、自分の価値観に基づいた生き方をすることで、より自由で幸せな人生を手に入れることができるでしょう。課題の分離。アドラー心理学の革新的な概念の一つに、課題の分離という考え方があります。これは他人の問題と自分の問題を分けることが大切だというものです。私たちはしばしば他人の問題に過度に関わろうとしてしまったり、逆に自分の問題を他人に解決してもらおうと期待してしまうことがあります。例えば、誰かがあなたに対して怒りを感じたとしても、それはその人の課題であって、あなたが必ずしもそれに応じる必要はありません。また、自分が何かを決断する際に、他人がどう思うかを気にしすぎるのは、その人の課題に対して過度に関与してしまっているということです。課題の分離を実践することで、自分の人生に対する責任感が生まれ、他人の期待に振り回されることなく、自分の道を選ぶことができます。アドラーは、この考え方が自己成長と幸せのための重要なステップであると強調しています。視聴者の皆さんも、他人の問題に過度に関わってしまっている瞬間を思い出してみてください。自分の課題に集中し、他人の課題を手放すことができれば、心が軽くなり、前向きに生きられるようになるでしょう。勇気づけと信頼の関係。アドラー心理学では、勇気づけの重要性も強調されています。他人を勇気づけることで、私たち自身も勇気を得ることができるという考えです。例えば、友人や家族を励まし、その人が成長しようとする姿を見たとき、自分もまたその成長に刺激され、自分の人生にも新たな希望を見出せることがよくあります。勇気づけは、信頼関係を築く上でも非常に重要です。アドラーは、人間関係の中での信頼が深まれば、それが私たちの生きる勇気や幸福感を支える大きな力になると述べています。つまり、私たちは他者との関係を通じて、互いに支え合い、成長していくことができるのです。視聴者の皆さんも、日々の生活の中で、誰かを勇気づけ、支えている瞬間があるはずです。
それが人間関係をより強固にし、自分自身の心にもプラスの影響を与えることを思い出してみてください。幸せは選択の結果である。アドラーの教えの中で特に強調されているのは、幸せは選択の結果であるということです。私たちの幸せは偶然に訪れるものではなく、自分が日々どのような選択をするかによって決まるというのです。例えば、困難な状況に直面した時、私たちはそれにどう向き合うかを選ぶことができます。それは逃げることもできれば、前向きに挑戦することもできます。アドラーは、どんな困難な状況でも、自分の意志で、それを乗り越えることができると教えています。幸せになるためには、自分の選択に責任を持ち、前向きに行動する勇気が必要です。視聴者の皆さんも人生の中で様々な選択をしてきたと思います。今振り返ってみて自分の選択がどのように影響を与えてきたかを考えてみると、未来の選択にも大きなヒントを得られるはずです。のリンクから本を購入できますので、ぜひチェックしてみてください。アドラーの教えは今を生きる私たちにとっても非常に強力なメッセージを届けてくれます。そしてそれを自分の生活の中で実践していくことで、自分らしい幸せを手に入れることができるでしょう。次にさらに掘り下げたポイントについて紹介していきます。幸せは与えることで得られる。アドラーは幸せとは他者に貢献することで得られると教えています。この考え方は私たちが一般的に抱く幸せへのイメージとは少し違うかもしれません。多くの人が幸せは自分のために何かを手に入れること、もしくは周囲の人々から良い評価を得ることだと考えがちです。しかし、アドラーの教えでは他人に対して無償の貢献をすることこそが真の幸福感をもたらすのだと言います。例えば、友人を助けたり、家族に支えられていると感じたりする瞬間があるでしょう。その時、私たちは役に立てたという感覚から幸せを感じます。アドラーは他者とのつながりや相互の貢献が私たちの幸せの基盤であると強調しています。視聴者の皆さんも誰かを助けるために時間やエネルギーを使った経験があると思います。その行動が結果として自分自身に満足感を与え、より豊かな人生を築く助けになっていることを感じたことはありませんか？幸せは今ここで見つかる。アドラー心理学は今ここに生きることの重要性を強く説いています。過去や未来にとらわれることなく、今目の前にある現実に目を向けることが幸せを感じるための大切なステップであるというのです。私たちはしばしば過去の出来事に対して後悔したり、未来に対する不安に心を奪われがちです。しかし、そのような思考パターンは今この瞬間に集中することを妨げ、幸せを感じにくくしてしまいます。アドラーは過去は変えられないし、未来はまだ起こっていない。だからこそ、今この瞬間に焦点を当てることで、より充実した幸せな人生を送ることができると教えています。例えば、家族と過ごしている時間や、友人との楽しい会話の中で、私たちは今ここに集中することができるでしょう。その時、心配事や不安を一時的に忘れ、幸せな瞬間を楽しむことができるはずです。視聴者の皆さんも、日常の中で、今この瞬間に集中する時間を作ってみてください。それは仕事でも趣味でも構いません。自分がやっていることに、心を込めて取り組むことで、より豊かな幸せを実感できるはずです。幸せに生きるための勇気。最後にアドラーが強調している幸せに生きるための勇気について話しましょう。幸せになるためには自分の過去や他人の期待に縛られない生き方を選ぶ勇気が必要です。アドラーは私たちが恐れるのは失敗や批判ではなく変わることに対する恐れだと言います。多くの人が現状に満足していないにもかかわらず変化を恐れて一歩を踏み出すことを躊躇してしまいます。しかし幸せになるためにはその変わる勇気を持つことが不可欠です。過去の出来事や他人の意見に振り回されるのではなく、自分自身の選択と行動を信じて進む勇気、それが自分らしい幸せを手に入れるための唯一の道です。アドラーは幸せとは外部から与えられるものではなく自分の内側から生まれるものだと教えています。視聴者の皆さんも幸せになるための勇気を持ち自分の人生をより良いものにしていくための第一歩を踏み出してみてください。これでアドラー心理学に基づく幸せになる有機自己啓発の源流アドラーの教えAIの要点をお伝えしました。アドラーの教えは私たちが日々の生活の中で直面する問題に対してシンプルでありながらも深い解決策を提供してくれます。そして何よりも幸せは自分の選択と行動によって得られるという力強いメッセージを届けてくれます。もしこの本に興味を持った方がいれば、ぜひ手に取って読んでみてください。アドラーの教えがあなたの人生に新たな光をもたらしてくれるでしょう。下のリンクから本を購入できますので、ぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画もお楽しみに。